にちは、レート開発の K です。今回の動画ですね、このタイヤの接着についての、やり方の一例という感じにはなりますけど、接着の仕方のご紹介と、あとはですね、せっかくなら、その接着するときにですね、ホイールウェイトっていうパーツがありまして、それを装着してから接着していただくのがおすすめですっていう、ちょっとその辺のご紹介をさせていただく動画になります。で、ちょっと最初からですね、お伝えしたい情報がちょっと渋滞しちゃうんですけど、ちょっと順番にいきます。まず、ホイールウェイトっていうのは、こういうものになります。これをですね、これ WPL 用の V4 ホイールっていうやつなんですけど、ちょっと一旦これにつけてみますね。こうなります。ドーナツ型の金属の重い塊がですね、こうやってはまって、で、この上からタイヤをつけれるんですよ。で、どうなるかっていうと、このジムニーを例に、こうちょっと当てがってみますけど、こうなりますよね。タイヤの中にすごい重い重りが仕込まれた状態になります。ちなみにこれ1セット、このタイヤにこのドーナツ1個つけると約 60g っていう重さになりますので、これを4輪につけると 240g 重くなると。で、それがただ重くなるだけじゃなくて、低重心化っていう言い方をするんですが、このタイヤじゃないですか。タイヤの中が重くなりますので、こう車体のこう下から上まである中で、こうもう地面に一番近い部分の、もう地面に設置してるパーツですよね。タイヤっていうこのパーツがすごく重くなるので、低い位置が重くなるっていうので、低重心化ですよね。でそうするとどういうメリットがあるかっていうと、例えばこう起伏のこう激しい悪路をこう走行してましたと。で、こう斜めになって、倒れるっていう時に、こう下の方が重いんで倒れにくくなるっていうのと、あとは、同じくこう起伏の激しいようなところをこう走行していった時にこう足が動きますよね。で、こっちが上がってこっちが設置してほしい時、そういった時にこの中に重りが入ってるんで設置しやすくなりますよね。こう重みで。なので、こう前輪もこうウニウニ動いて、後輪もウニウニ動いてっていうような動きになるこう起伏のあるところで、こう4つの足が全部こう設置しようとするっていうような、重くなりますからね。そういう働きが生まれますので、非常にメリットが大きいですね。ただもちろんデメリットもあって、総重量が重くなりますので、本当にこれメリットとデメリットなんですけど、こう重くなる分こう坂道登りづらくなるとか、でも重くなるからトラクションっていってこう、設置の面圧ですね、そのギュッとこう地面に押し付けられる力っていうのは多くなるんで、ここちょっといろいろ考え方難しいところなんで、人それぞれというか、考え方だったり、セッティングの仕方だったりっていうので変わってくるところではあるんですが、一般的にはホイールウェイトつける方がいいよねっていう方が多いんじゃないかなと思います。で、実際うちの社内のメンバー、マーケの K さんとかウッド社長とかも、カスタムして走らせるっていう車両にはほとんどの場合、このホイールウェイトですね。もちろんホイールウェイトをつけることができるホイールの場合という前提にはなりますが、ホイールウェイトをつけてます。で、ちょっと一旦そのホイールウェイトいいものですよっていう、説明を挟ませていただいたんですが、なぜかっていうと、今回基本的にはこのタイヤの接着おすすめしますっていう動画なんですが、その接着しちゃうと剥がせなくなっちゃいますね。瞬間接着剤で強力に接着してしまいますので、ということは、後からホイールウェイトっていうのがあるんだって知って、でも接着しちゃってるんですけどっていう場合にちょっと困っちゃうっていうのがあるので、まずホイールウェイトっていういいものがありますよっていう、ご説明というかご紹介ですね、をさせていただきたいんですよ。で、さらにですね、今のが、接着する前に、せっかくならホイールウェイトっていうのがあるので、それを
つけるのがおすすめですよっていうのと、もう一つありまして、せっかくならタイヤをお好みのタイヤにしていただくのがおすすめですよと。例えば、ちょっと今回これでやってみようと思ってるんですけど、これ V4 タイヤのソフトタイプってやつなんですが、もうこの辺も人それぞれもう好み、もうこのトレッドパターン、要はタイヤの見た目がかっこいいとかっていう好みもありますし、あとは、こういう路面でよく食うから好きだっていう、そういう機能面、性能面での好みもあると思いますし、本当に人それぞれいろんな考え方と好みがありますので、これが一番とかっていうのは正直ないと思うんですけど、ちょっと今回一例としてですね、このジムに標準でついているタイヤ、こういう感じで V3 タイヤっていうのがついてるんですけど、ちょっとなんかせっかくなら祭りみたいになっちゃうんですけど、せっかくならホイールウェイトつけた方がいいですよ。で、ホイールウェイトをせっかく入れるなら、お好みのタイヤ選んで、それに交換ですね。交換されるなら交換するのも一つの手ですよと。で、さらにせっかくならホイールですね。せっかくホイールウェイトとか、自分の好みのこういうタイヤですね。今回の場合はこの V4 のソフトでやってみますけど、これを用意しましたと。そうなると、ホイールも、この V4 の場合はたまたまこのセットでこういう V4 タイプのホイールっていうのもついてくるんで、ちょっと今回これでやってみますけど、こういうふうに、せっかくなら全部好みのもので揃えて、作業も結構大変だったりしますので、それで組むタイヤを接着するっていうことですね。っていうのをされるのがいいんじゃないでしょうかっていうのもちょっと合わせて、ご案内しておきたかったんですね。はい。じゃあ、ちょっと話いきなり飛んじゃったんですけど、そういえばそもそも接着なんで必要なのっていうのが、お話できてなかったんで、それもお話しさせておいていただきたいんですが、このタイヤですね。車体じゃなくて、こっちの方がわかりやすいか。ちょっとこれ V4 タイヤですけど、基本は一緒なんで、ホイールにタイヤがはまってますよね。こうやって。で、標準状態、購入して箱から出した状態のこの車体のこのタイヤとホイールっていうのは、こう接着されてないんですよ。なので、一応走ることはできるんですけれども、こう走行、特に激しい走行っていうか、悪路、起伏の激しいようなところでの走行を繰り返していると、これがですね、外れちゃうんですよ、こうやって。よくあるのはこんな感じ。こっちがもう、こうやって抜けちゃって、で、こう、走りがもうすごい変な風になっちゃうんですよね。こうなっちゃうと。で、これを防ぐために、一般的に、もう、ちょっと特殊なホイールはビードロックっていう、一応ちょっと、後でちょっとお見せします。ビードロックホイール。ビードロックとかそういう特殊なホイールとタイヤを除いて、こういう一般的なラジコン用のタイヤっていうのは、基本的には接着が前提です。これはWPL だけじゃなくて、いろんなメーカーさんのラジコンっていうのは、いわゆるホビーラジコンって言われるようなものはですね、特に競技車両、サーキットでビュンビュン走るようなタイヤは、ご存知の方も多いと思いますけど、もう接着するのが当たり前と。で、やっぱりこの WPL に関しても接着しないと、こう、取れちゃうっていうのがあるので、これはぜひしていただきたいなと思います。で一応、これがちょうど置いてあって、ビードロックホイールっていうやつなんで、紹介しておくと、これ接着してないんですよ。接着してないんですけど、このホイールのリムですね。この一番端っこ。ホイールの端っこで、このタイヤのビード、このビードというのはタイヤの端っこですね。を、ネジですね。このネジがついてて、このネジを締め込んでいくと、こうギューッと挟み込んで、もう物理的に接着じゃなくて、もう物理的にギューッと挟み込んで、それでこう外れなくするっていう、こういう仕組みになってるものもあるので、これはですね、また別動画上げてありますので、よければそちらも見ていただいて参考にしてください。特にこのジムに10分の1スケールで車体結構大きいんで、こういう10分の1スケール用の、これ WPL 純正っていうものではなくて、汎用のですね、10分の1スケールクローラー用のホイールっていうもの、ホイールとタイヤですね。1.55 インチってやつなんですけど、それをこのジムニーの場合は履かせてます。こういうやり方もおすすめなんですけど、ちょっとこれ全然話それちゃうので、今回はですね、この標準の
ホイールタイヤのまま使う場合でもぜひ接着してほしいですし、さっき言ったようにせっかくならっていうので、自分のお好みのタイヤ、ホイールをチョイスした上で、さらにせっかくならホイールウェイトを装着するっていうのも、おすすめですよっていうことで、いずれにしても接着の仕方自体は同じですので、ちょっとその部分ですね、やっていきたいと思います。じゃあ今回一例という形で、ホイールは V4 ホイール、この V4 ホイールでホイールウェイトをチョイス、これを組んでいく。で、タイヤは V4 のソフト、この組み合わせで実際にですね、組んでみたいと思います。じゃあまず、ホイールウェイトの組み込み、僕はこういう風にしてますみたいな、本当に一例って感じなんですけど、やっていきます。ちなみにこの詳しい動画、以前やっぱり上げてるんですよ。で、それのリンクも概要欄に貼っておくので、よかったらそれも見てみていただきたいんですが、今回も改めてこうやってみます。これマスキングテープ、これもご存知の方多いと思いますが、1個はあっていいと思います。こうラジコンいじりやるなら。結構いろんなシーンで使えるので、今回の場合はこのマスキングテープですね。これをこんな感じで結構適当でいいです。ここに貼って、で、以前の動画だとここ切れ込み入れて綺麗にやってたんですけど、ちょっと今僕こんな風にしちゃってます。こうちょっとあえてシワを寄せて、なんかこの方がここで滑らないからいいなと思ってて、こんな感じで、しかも2枚入れてます。こんな感じですね。今1枚貼ったところにもう1枚貼って、あえてちょっとシワシワで、ちょっとぐしゃぐしゃってなるような感じで、こう貼っちゃう。こんな感じですね。これをもう片方もやります。こんな感じで、本当に結構適当ですよ。こんな感じで、シワシワっとつけて、もちろん丁寧にやる場合は、概要欄に貼ってあるリンクの動画みたいに切れ込み入れてやってもいいと思うんですけど、なんか最近この方が、実際こう取り付けるときこうするんですけど、ちょっと噛み込む感じで、さらにここ、今から止めていくんですけど、それでグッと締まったときに、もう全然空回りしないっていう状態になるので、ちょっとなんか最近僕はこういう風にします。あ、ごめんなさい。ちょっと順番間違えた。すいません。ちょっと一回戻っていいですか？これちょっとまだ外せるんで外します。ちょっと危うく超手抜き組み立てになるところでした。これ、丁寧にやる場合はですね、ここちょっと削ってほしいです。後で接着するときに接着する面、そこをですね、ちょっとヤスリで荒らしておいてほしいんですよ。なんかもうこういう紙ヤスリでいいので、主にやってほしいのが、ここと、ここと、ここの、この面をやってほしいんですよ。なので、こういう感じですね。こうやってこすると、ここが削れましたね、今。これで全周一皮むくみたいなイメージです。で、このタイヤの組み方なんですけど、本当に人それぞれ考え方、やり方、いろいろありまして、いろんな派閥があるって言ってしまいたいぐらい、いろんなやり方があるんですよ。これは本当に僕のやり方なので、もし興味のある方はですね、より詳しく、なんていうのかな、いろんなやり方知った上で、自分でこれがいいと思ったやり方でやりたいなという方は、ぜひインターネットの、検索でちょっといろいろ検索してみてもらうといいかなと思います。WPL で低速走行、高速走行は基本しないので、低速走行で遊ぶ分には、僕はこのやり方で一応大きな問題今までなかったので、これで問題ないかなと思うんですけど、こんな感じで一周、こう、皮むきするって感じ。なんか、樹脂の表面ってちょっとツルツルしてるじゃないですか。こうプラスチック製品って。それがこうザラザラになるといいかなっていう。接着するときの食いつきを良くするっていう目的なんですけど、こんな感じですね。で、より丁寧にする場合は、これをですね、中性洗剤でしっかり洗うっていうのもいいと思います。ちょっと今回やらないですけど、中性洗剤、食器を洗うような洗剤ですね。で、ゴシゴシ洗って、もちろんその後しっかり乾かして、で、こう削ってっていうやり方もいいと思います。脱脂の目的ですね。
あとは、まあ、単純にこうパーツクリーナーみたいな、こういうものですね。こう拭いてあげるみたいな。まあ、この程度でも変わってくるかなと思います。これも人によって、パーツクリーナー拭かない方がいいよっていう人もいたりするんですよ。なので、ちょっとそこ、ほんと人それぞれなんで、まあ、今回は、なんか何度も言ってますけど、一例、やり方の一例っていう感じで見ていただければいいかなと思います。はい、じゃあ、これですね。さっきちょっと途中になっちゃいましたけど、今これ、麺を荒らしましたと。で、これを入れ込みますと。で、このマステも、マスキングテープも、はめないっていうやり方もありかなと思ってます。そうすると、このホイールと、このドーナツ、ホイールウェイトがですね、スルスル空回りするようになるんですよ。まあ、それはそれで、一つありかなと。ただ僕はこの、回転方向にも、ちょっとこの重みがあった方が、走行時のリアリティっていうか、動きが、ちょっと重みを感じるような感じになるので、この感性ですよね。この回転した重いものの感性が、ちゃんとこう伝わるように、しっかりはめるようにしてます。それを嫌って、ここをスルスル動くようにするっていうのもありかなとは思うんですけど、ちょっと今回、こういうやり方でちょっと進めていきますね。はい、じゃあ付属のこのホチキスの芯みたいなやつ、これを、ちょっとはめ込みやすいように、ちょっとだけ今、かしめました。こんな感じで。ここは開いてたのをちょっとだけですよ。ちょっとだけ、こう、締めました。ちょっとこうしないと入りづらいので、ほんとこの辺、概要欄に貼ってある動画の方でかなり長いんですけど、かなり詳しくやってますので、よかったらそっちも合わせて見てみてくださいね。で、これを、ちょっと、ペンチとかがないと厳しいんですけど、ここの、さっきの穴をつなぐように、こう、ペンチで入れます。こんな感じで。で、ここも、こう、グッと入れて、この状態にしてほしいですね。この状態。で、こっちも一緒です。今こっちつけたんですけど、こっちも付属してるホチキスの芯みたいなやつをこう入れてつなぎます。はい、こんな感じで両側ですね、止めました。もうこれで外れないですね。で、かなり噛み込んでるんで、全然回らない状態になりました。で、ここに今度タイヤをはめていくんですが、これもですね、本当に人によっていろんなやり方があります。で、中性洗剤で洗う。あとは、すごい丁寧にやる方は、このビード、ここの縁の部分ですね。ここの、さっきこっちヤスリで磨きましたよね。ここに接するところをこう、丁寧に一周ですね。両側、こうペーパーかける方もいます。ちょっと僕そこまでやらないんですけど、じゃあ実際どうしてるかっていうと、正直中性洗剤でも洗わないし、ペーパーも当てません。で、これも賛否両論あるんですけど、僕はもう、これですね、パーツクリーナー。パーツクリーナーで、拭くだけです。まあ、やっぱり脱脂目的なんですけど、これもしない方がいいよっていう方もいます。こればっかりはちょっと、何が正解っていうのを、もう、多分、出ないんじゃないですかね。多分、永遠のテーマみたいなところだと思うんですけど、こればっかりちょっと、ご自身でですね、何回かこう経験を積んで、自分はこれがいいっていう風にしていくしかないかなと思うんですけど、正直WPL のこの気軽に遊んでほしいラジコンなんで、そんなにこだわらなくてもいいのかなっていうのはちょっと個人的な考えです。はい。じゃあ、これですね。はめていきます。これはこうはめるだけなんで、こうしますよね。こういう風にして、こういう風にして、で、この状態で、ちょっとこう、なんていうんですかね。僕の場合は、こう、回しながら揉んでます。わかります？ちょっとこう回ってるんですけど。こう少し回しながら、こう揉んで、
こう偏りがないようにしたいっていうイメージですね。で、時々こうちょっと、こう、なんていうのかな、こういう方向にこうちょっとこうほぐしたりしながら、こう揉んだりして、なんかみかん食べる前に揉むじゃないですか。ちょっとあの感じなんですけど、こうやって。はい。これで、まっすぐ入ったかなっていう風になったら、一応なんかこういう細いものにこれこう通して、こんな感じで、こうやって回してます。こうやって回して、これなんかカメラで説明するの難しいんですけど、こう、クーンって回したときに、あまりにも、こう、歪みがあると変な風になるんですよ。ふにゃ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 って。それをこう、大丈夫かなっていうのを見ながら、こういう風にしたりしてもいいと思いますけど、ただ、やっぱり WPL なんで、そんなめちゃくちゃ高速走行するわけじゃないんで、そんなにちょっとぐらい偏ってても、問題はないかなと思いますので、こう、よく見ていただいて、これから接着するんで、大きな問題ないかなっていうのを、しっかりここですね。特にここしっかりこう、はまってるかなっていう、ここに。これはこう、こんな風になってたら当然ダメなんで、こういうことがないかっていうのを、こう、しっかり見ながら、問題ないかなという状態になったら、今度はいよいよ接着ですね。はい。で、この接着なんですが、これ、もう結構長年、長年って言っても半年ぐらいかな、使ってるやつ。今回使うのはこのタミヤさんの、ラジコンのゴムタイヤ用、ゴムタイヤ用って書いてあるんですけど、ゴムタイヤ用の瞬間接着剤ですね。で僕いつもこのガビオンに変えちゃうんですけど、なんか元々ついてくるやつ、だんだん接着剤で固まって使えなくなっちゃうんで、なんか100均で買ってきたこうガビオがジャラジャラっていっぱい入ってるやつ、これをなんかこれを使い捨てでこう締めてます。でこれにですね、こんなのがついてるんで、これも繰り返し使ってるとなくなっちゃうんで、ですね、Amazon で買い足してます。なんか瞬間接着剤チューブとかでなんか適当に検索するとこれ出てくるんで、汎用のものですね。これをなんかたくさん入ってるんで、一回買うといっぱい手に入るんで、はい、これをここに入れて、なんか最初からいくつかついてくるんですけど、結構すぐなくなっちゃうんですよ。で、これをですね、ここに、ちなみにこれ、うちの通販サイトですね。でも取り扱い、レイユッドホビーライフっていうところで取り扱いがあって、そこに置いてますので、よかったらチェックしてみてください。はい、じゃあこれを久しぶりに引っこ抜くとこうやってなんか接着剤がついちゃってね、これなんか限界だなと思ったら100均の画鋲なんで、これを僕は差し替えてます、新品に。はい、でこれですね、これをここにつけて、でこんな感じでちゃんと出るかなっていうのを確認して、でさっきほぐしたこのタイヤですね、ここにこう接着剤流し込んでいくんですが、ちょっとカメラ位置変えますか。はい、じゃあちょっとこんな感じでいきます。ここをですね、ちょっとさっきこう均等に鳴らしましたっていう状態から、ちょっと抵抗があるかもしれないですけど、せっかくここ均等に鳴らしたのにめくるのっていうのがあるかもしれないですけど、ちょっとやっぱり流し込まないといけないんで、ここをめくります。でめくって、そこにですね、これ本当僕の場合はですよ、こう強気でめくってこう入れちゃいます。こうやってで閉じます。そうするとある程度毛細管現象っていうので、狭いところにピューって入ってくるんですよね。ちょっと手早くいきますね。あんまりこれのんきにやってられないっていうのがありまして、これめくるじゃないですか。今反対側です。今最初に流し込んだ180度反対側で、今度90度。これちょっと結構手早くやった方がいいですね。で180度。これでちょっと乾く前にちょっと中に浸透させていくと、結構これで一周いくんですよ。不思議なことに。こうやってやると。で、ちょっと今分かりにくかったと思うんで、ゆっくり説明するとですね、めくって、ここに接着剤流しましたっ
っていう後に、その真逆ですね。真逆もめくって入れました。で、だから12時だとしたら、12時、6時、で、今度3時、9時みたいな。そんな感じで4箇所、均等にですね、ある意味均等に、流し込んだ状態。で、ここから一周、ちょっとここ埋める感じです。こうやって。こうやって、ちょっといつも通りやっていいですか？置いてるんですよ、いつも。ここに、これを少し出しながら、なるべくもちろんはみ出さないように、こう一周させていく。こんな感じですね。でも、この溝塞いじゃうみたいな。こんな感じですね。これで結構バッチリ接着できるので、で、もしアルテコっていうのを持ってる方は、アルテコを吹き付けると、もう瞬時にこれが乾くし、接着ですね。接着が固まるし、白化っていった白いのが出にくいので、アルテコも結構こだわる方はおすすめです。こういうやつ、アルテコスプレープライマーって。これも昔からうちのチャンネル見ていただいている方、ご存知の方もいると思うんですけど、ウッド社長がこれを覚えてからしばらくですね、何でもアルテコすればいいと思って、すごいアルテコ言ってた時期があって、懐かしいんですけど、このアルテコですね。これを、ここにシューってやると、これ危ないですね。シューってやると、これ、遠くに置いとかないと固まっちゃう。ここが、もう触れない。これ、うまくいくと、本当に瞬間でいくんです。ちょっと今、甘かったですね。もう触れますね。もうこれで、しっかり固まると。で、そうすると、裏側の作業がすぐできるっていうのとかあるんですけど、もちろん、これ結構お値段するんで、ちっちゃいのもありますけどね。結構お値段するんで、いや、そんなのいらないよっていう場合は、もちろん、瞬間接着剤なんで、そんなに時間はかかりませんので、こう、乾くまで置いといて、で、反対側の作業するっていうのがいいと思います。そうしないと、ちょっとこっち側が不用意になんかいろんなところにくっついちゃったりしたら大変なんで、しっかり乾かして、で今度反対側ですね。で、反対側も一緒です。さっきみたいに、12時、6時、3時、9時みたいな感じで、4箇所めくって、こう、強気に流し込むと。なるべくめくった方がいいですよ。もう一回やってみましょうか。こうめくって、結構強気に流し込む。で、その反対側。で、今度90度ずらす。で、その反対側。これは強気にすると。で、ちょっと揉んだりなんかすると、その毛細管現象で結構奥まで染み込むんで、これも難しいところで、あんまりのんきにやってると、こうめくった変な状態で固まっちゃうと大変じゃないですか。ちょっとその加減が難しいし、ある程度手早くやらないといけないんですけど、で、これですね。すいません。ちょっとこれ僕置かないとできないんで、ちょっとまた置きました。で、こうですね。これ、ある程度はみ出すのはしょうがないと思ってください。結構、最初抵抗あるかもしれないですけど、なんていうのかな。この、ちょっと見た目が悪くなっちゃうんですけど、瞬間接着剤で。実際走らせると、砂ぼこりというか、土ぼこりというか、続いたり汚れるじゃないですか。そうするとですね、もう全然気にならないんですよ。ちょうど今、手元にこの、結構使ったやつがあるんですけど、こんな感じで、これもよく見ると瞬間接着剤ついてますけど、もう遠目だと全然わかんなくないですかこれ。気にならないっていうか。なので、こう、遊んでる時にベロって剥がれちゃって、ってなるよりは、ちょっと強気にこう接着して、で、こう、なかなか剥がれないようにするっていう方が僕はいいかなと思ってます。はい、こっちもちょっとアルテコ吹いて固めました。はい、こんな感じですね。本当に一例っていう感じで、こんなやり方もあるんだなっていうので、参考にしていただければと思います。
はい。で、もうこの4つですね。これを同じ作業で4つ作るだけになるので、ちょっとそこは飛ばします。飛ばすっていうか、ちょっと作業しないです。ちょっと動画内でやると時間かかっちゃうんで、これ全然正直接着してないですけど、はい。この3つと、これだけ今接着したんですけど、4つやりますよと。で、あとは、実際ジムニーに、この V4 タイヤですね、せっかくあるので、これをつけるとどんな感じになるのよっていうのだけちょっと見て、今回の動画ですね、終わりたいと思います。で、今回、この緑の方、以前の動画でちょっとお伝えしたんですけど、これだ。これ作った時の動画でお伝えしたんですけど、これちょっとイベント前に急遽作ったんで、詳しく解説、紹介しながらカスタムできなかったんですよ。で、なので、ちょっと今回これですね。このフィルムもついた新車状態ですけど、ちょっと剥がしちゃいますけど、この人、このオリーブのジムニーさんですね。これをちょっとカスタム、紹介しながらカスタムしていって、当然、ある程度ゆっくりですね。一個一個、1個か2個ぐらいかな。カスタムパーツつけて、で、こんな風に変わりましたよっていうのを、こっちをノーマル状態を維持しながら、このノーマルと、こっちを徐々にカスタムしていって、こんな風に変わりましたっていうのをこう紹介していけたらいいなと思ってるので、ちょっと今回これに履かせてみたいと思います。ちょっとまだ新車状態なんで、ワイパーとか、ちょっとサイドミラーとか、小物類がついてないんで、ちょっとあれなんですけど、ちょっと参考までにですね、これに、この V4 のホイールとタイヤ、ちょっとこれをつけてみます。で、これちょっと紹介しておきたいなと思ったのが、このジムニーのこのホイールって、新しいやつなんですけど、今までの WPL にないやつなんですけど、これセンターキャップついてるんですよ。で、これ結構慣れないと外すのが難しくて、細めのマイナスドライバーとか、あと、これ今たまたま 1.5mm の六角が手元にあったんで、これでやるんですけど、こういう先の細い工具類をここに入れて、ちょっとこうこじると、意外と簡単に取れるんで、ちょっとこれ参考までに。で、センターキャップ取ると、このネジですね。ネジが出てくると。はい、じゃあこれを外して、このネジ外して、これ取ります。で、代わりに V4 ですね。V4 取り付けます。はい。で、ネジを締めて、相手がこれ樹脂なんで、強すぎると、ネジ山ですね。ダメになっちゃうんで、ちょっとそれは気をつけながら取り付けますと。はい。これで1箇所つきました。やっぱりタイヤ変わると印象変わりますね。じゃあこれ、4輪全部ですね。変えます。はい。こんな感じですね。4輪全部。なんか汚いな。はい。4輪全部付け替えました。これが、標準状態の V3 ですね。ジムニーの標準状態の V3 タイヤ。で、こっちが V4。やっぱり、印象変わりますね。V4 もかっこいいですね。この、なんていうのかな。なんていうんですか、このショルダーの立ってる感じ。この角が立ってる感じ。これ僕結構好きなんですよね。結構 V4 使うこと多いです。性能面でも結構好きなんですけど、見た目っていうのは結構大きいですかね。はい、こんな感じで、ちょっと2つ同時に映すの難しい。こんな感じ。こんな感じか。はい、この V3 から V4 に変えて、こんな風に変わりましたと。ちょっと今回これ少しいじっちゃったんで、ホイールウェイトですよね。ホイールウェイトつけてどうなったのよっていうのは、ちょっとこの動画ではできないので、また別の動画で、このノーマル状態とホイールウェイトつけた状態の比較動画ですね。ちょっとこれはまた、おいおい動画、走行してる動画っていうので、また作っていくようにしますので、よかったらまたそれ、チェックしていただきたいんですけど、今回はですね、あくまでも、ホイールウェイトの紹介と、せっかくならっていうのがいっぱいあるのと、で、それを実際に接着ですね、タイヤを組むっていうのを、やってみましたっていう、動画ですね。はい。じゃあ、今回の動画以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。